ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、アメリカのメジャーリーグの試合中に客席で起きてしまった信じられないような大乱闘騒ぎの話題についてよ。現在、スポーツ観戦中のファンのマナーやモラルが世界中で厳しく問われているんだけど、今回の事件はあまりにもショッキングで、ネット上でも大きな波紋を呼んでいるの。今日はグローブライフフィールドで起きたヤンキースファンとレンジャーズファンの乱闘。そして悪質な挑発行為から最終的にガールフレンドが階段から突き落とされるという悲惨な結末に至るまでの全貌について徹底的に解説していくよ。野球の試合ば見に行っとうのに客席で大乱闘ってどんだけ血の気が多いと？ほんと、周りで純粋に試合ば楽しんどる人たちの迷惑を一切考えきらんアホばっかりやね。しかも、突き落としって普通に犯罪やん。そうなんだよ。事の発端は27日の夜にテキサスレンジャーズの本拠地であるグローブライフフィールドで起きた騒動なの。この日、ブロンクスボンバーズのサポーターの男性一人がレンジャーズのファン二人に殴られて、さらに彼のガールフレンドは階段から突き落とされたんだよ。ちょっと待って、ブロンクスボンバーズってなんね？新しい戦闘機か何かの名前？あ、ごめん。ブロンクスボンバーズっていうのは日本でも有名なニューヨークヤンキースの愛称なの。本拠地がニューヨークのブロンクスにあって打線が強力だからそう呼ばれているんだよ。なるほどね。つまりアウェーのヤンキースファンがホームのレンジャーズファンと揉めたってことやね。わざわざ敵地に乗り込んでいってボコボコにされるとかダサすぎて草も生えんばい。でもなんでいきなりそんな乱闘に発展したと？ SNS などで拡散されているある映像があるんだけど、それを見ると状況がよくわかるの。その映像にはヤンキースファン2人がグラウンドに完全に背を向けてライトフェンスの向こう側の座席に座っている後ろの列のファンを挑発しているように見える様子が映っていたんだよ。は？グラウンドに背を向けるってそもそも野球見に来たじゃないと？高いチケット代払って球場に来ておきながら後ろの客ば煽るのに必死とかどんだけ暇人なんね。喧嘩しに来たんならリングにでも上がれって話やんね。本当に葵の言う通りだよ。純粋に野球を楽しんでいる人からすれば信じられない行動なの。さらに映像を見ていくとね、そのヤンキースファンの男性は後ろにいる赤い服を着たレンジャーズのファンに向かって歯を磨けと繰り返し言いながら自分の指で歯を磨く仕草をしていたように見えたの。歯を磨け？なんそれ、煽り文句のセンスが小学生以下やね。お前の口臭いぞってアピールしたかったんかいな。そんなしょうもないジェスチャーばわざわざ敵のファンに向かってするとか恥ずかしすぎて見てられんばい。そしてその男性の横にいた彼のガールフレンドである女性もテキサス出身のファンに向かって中指を堂々と立てながら黙れと言っているように見えたんだよ。カップル揃って煽りスキル低すぎやろ。敵のホーム球場で中指立てて黙れとか自分から私を殴ってくださいって言っとうようなもんやん。そんな態度取っとったらそりゃあトラブルになるに決まっとうやんね。完全に自業自得ばい。そうして周囲の空気が最悪の状態になる中、ついに決定的な出来事が起きてしまうの。青い服を着たレンジャーズファンが赤い服を着たファンの左隣に座っていたんだけど、立ち上がる前にコカ・コーラのペットボトルの蓋を開けたんだよ。すると、ヤンキースファンの男性が、そのレンジャーズファンが右手に持っていたボトルをいきなり叩いたように見えたの。いや、他人の飲み物ば叩くとか器ちっさ。しかも、蓋開けた瞬間に叩いたら、中身が思いっきりこぼれるやん。食べ物とか飲み物ば粗末にするやつは、マジで、ろくな死に方せんよ。周りの座席にもコーラが飛び散って、無関係な人もベトベトになったっちゃない？ほんと迷惑極まりなかね。これが引き金となって、一気に状況がエスカレートしたの。その後、そのレンジャーズファンが、ヤンキースファンを激しく殴りつけて、殴られたそのヤンキースファンは、別のファンにぶつかって、さらに座席に倒れ込んだんだよ。ついに手が出たわけね。まあ、コーラ叩き落とされたら誰でも切れるわな。でも、殴り合いになったら、もうただの暴行事件ばい。乱闘はこれだけじゃ終わらないの。赤い服を着たレンジャーズファンは、赤い物体を、このヤンキースファンに振り下ろした後、さらに段を降りて、ヤンキースファンに向けて、振り下ろして、ヤンキースファンを、さらに後方へと吹き飛ばしたんだよ。ちょっと待って、赤いものってなんね？凶器持っとったと？それがね、その物体は空洞のような音を立てていたようで、頑丈ではなさそうなことから、おそらく応援グッズのプラスチック製のバットか、メガホンのようなものだったんじゃないかと思うんだよ。ペラペラのプラスチックの応援グッズで叩くとか、なんか、急にコントみたいになってきたやん。ポンって、間抜けな音が鳴ったんやろうね。でも、やってることはガチの殴り合いやろ？
ほんと、野蛮なチンパンジーの群れやね。赤い服を着たレンジャーズファンは、ヤンキースファンを追いかけながら、乱暴に殴りかかって、ヤンキースファンも負けじと立ち上がって、パンチを繰り出したの。もう完全にカオスやん。周りの客はいい迷惑ばい。ここで、ヤンキースファンの男性と一緒にいた女性が、止めに入ろうとしたの。女性は、赤い服を着たレンジャーズファンの頭を掴んだんだけど、興奮した彼を止めるには、ほとんど効果がなくて、レンジャーズファンは、さらに乱暴な一撃を繰り出し、ヤンキースの男性ファンを座席に倒したんだよ。女の細腕で、怒り狂った大男ば止められるわけなかろうもん。頭掴むとか、かえって相手ば火に油注ぐだけやんね。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。みんなのその一押しが、うちとすみれの動画作りの一番の、モチベーションになっとうけん。動画が少しでも面白いな、役に立つなと思ったら、今すぐ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価ば、ポチッとよろしく頼むばい。さて、話を、事件の続きに戻すね。こんな大乱闘が、目の前で起きているのに、周りの観客は、どうしていたと思う？普通は、ドン引きして逃げるか、警備員ば呼びに行くやろ。巻き込まれたらたまらんばい。ところがね、ある観客は、この騒ぎを録画しながら楽しんでいるようで、ああ、やばい。わかったと繰り返し言っていたんだよ。人の喧嘩見て、喜んで動画撮るとか、性格悪すぎやろ。現代の殺せお気取りか。ほんと、SNS の再生数稼ぎのために、モラルが崩壊しとう、人間が多すぎるばい。そして、ヤンキースファンにとって、事態は、さらに最悪な方向へ向かうの。複数の角度から撮影された別の映像には、先ほど頭を掴んで止めようとしていたヤンキースファンの女性、ガールフレンドが青い服を着たレンジャーズファンと思われる人物に向かって激しく叫び、その人物の方向に向かって何かを叩きつけている様子が映っていたんだよ。まだやんの。彼氏がボコボコにされて倒れとるのに、どんだけしつこい女なん。余計なことして相手ば刺激したら、今度は自分がやられるってわからんのかな。ほんと学習能力ゼロやね。葵の危惧した通りになっちゃったの。その青い服のレンジャーズファンは、近くにあった袋、ゴミを2つ掴むと、なんと、女性の顔に思い切り押し付けたの。その衝撃で、女性はバランスを崩して、階段を何段も転げ落ちて、ようやく、下の方の座席で止まったんだよ。うわ、えぐ。階段落ちとか、当たりどころが悪かったら、首の骨折って死んでも、おかしくなかばい。ゴミば、顔に押し付ける方も容赦なかね。女相手でも、手加減一切なしやん。まさに地獄絵図ばい。他の人々が慌てて階段から落ちた女性の手当てをしている間、ヤンキースファンの男性はレンジャーズファンに近づこうとしたようだったんだけど、彼らのところまで行くことができなかったみたいなの。はぁ？自分の彼女が階段から突き落とされて大怪我しとうかもしれないのに、近寄れんかったって何事ね。ビビって腰抜けとったんやろ。そもそも自分がしょうもない歯磨きジェスチャーとかして煽ったのが全ての原因やろがい。ダサすぎて言葉も出んばい。最終的に、二人のヤンキースファンは、一緒に階段を登って、その場から立ち去っていったの。ただ、ニューヨーク、ポストによると、この3連戦のロードゲームが開始した時点で、彼らがいつ退場させられたかどうかは、不明なんだって。試合自体は、ヤンキースが勝ったんやね。グラウンドでは、ヤンキースが勝って、スタンドの喧嘩では、レンジャーズファンが勝ったってことやん。でもさ、あんな大乱闘を起こして、女ば階段から突き落とすような大事件になっとうとに、退場させられたかどうかもわからんって、球場の警備体制ガバガバすぎやろ。普通なら、即座に警察呼ばれて、全員逮捕案件ばい。この事件の映像が拡散されると、ネットユーザーからも、たくさんの反応が寄せられているの。例えば、どっちもどっちだけど、最初に、グラウンドに背を向けて挑発したヤンキースファンが自業自得すぎる。野球を見に来ているのに、どうしてこうなるのか全く理解できないといった、呆れ果てた声がとても多かったんだよ。そりゃそうやね。高いお金払って応援しに来とう、純粋なファンからしたら、他人の醜い喧嘩ば見せられるのが、一番の被害者ばい。他にも、女性の顔にゴミを押し付けて、階段から突き落とすのは、明らかにやりすぎだ。正当防衛ではなく、ただの犯罪行為だと、レンジャーズファンの行き過ぎた暴力を非難する意見もあったの。さらに、コーラの入ったペットボトルを叩き落としたのが一番の悪手だった。食べ物や飲み物を粗末にするのは人間として最低だ、といった声も上がっていたんだよ。どっちの意見も正論やね。煽る方も悪いし、暴力で返す方も、ましてや女ば突き落とす方も、全員同罪ばい。スポーツの熱狂と、ただの暴力の区別もつかんような奴らは、一生球場に出入り禁止にして、二度とスポーツに関わらんようにしてほしいばい。
ほんと、気分が悪くなるニュースやったね。ということで、今日はグローブライフフィールドで起きたヤンキースファンとレンジャーズファンの大乱闘騒ぎという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。